はい、ニコライさん、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。フラワーアーティストのニコライ・ワグマンです。日本語本当にうまいですね。ねえまあ20年も経ってるから一通りは日本語話せるかなっては自分が思うんですが、そうですね、日本に来てから何も日本語はできなかったんですけれども、仕事しながら毎日自分でお家で日本語を勉強して少しずつ、成長できたんじゃないかなっては思いますけれども、日本に来たきっかけは何ですか？運かな。なんか、日本一番最初来た時にじゃあすごくこう日本行きたいっていうような感覚じゃなかったんで、次を何したらいいかなっていう風な、立場だったんで、たまたま、日本の、行くチャンスがあって、だから今いるっていう形なんで、だから、一部は運ではないかなと思いますけれども。日本の第一印象って何ですか？不思議。やっぱり一番最初日本来た時にはもう19歳なので、言葉もわからない、食べ物もちょっと変な感じ、人がいっぱい、言葉もっていう形でもう全体的に、ちょっと不思議でしたね。どっちかというと。デンマークと日本の違いを教えてください。デンマークはとても小さい国で、めっちゃ静かな環境で育ってきたっていうところで、いきなりにもう日本来て東京遊びに行って人半端なく建物も高いみたいな、人がいっぱいっていう感覚はめっちゃ印象的。今でも22、3年経ってもはっきり覚えてますね。その初めのこうなんていうの気持ちいいっていうね。デンマークで生まれてきたんで、デンマークでとりあえず20歳の手前までを育ってきたので、どうしてもその DNA とか思い出がずっとやっぱり体にあって、で日本に来てからやっぱり、山がすごく印象的で、デンマークは全く山がないので、その面白みがすごくずっと好きで、自分の好きなところは何ですか？自分の好きなところ、自分の好きなところは多分その自然のものに対して仕事のものに対してすごい興味深いが一番自分が好きなところかなとは思います。では逆に嫌いなところは？嫌いなところは、よくやりたいことを常にこう頭の考えが書いていく。今日はこれやりたいんだけど明日はこれやっていきたいっていうか、なかなかこうもちろん大きいことについてはこれやりたいです、ずっとやるっていうのが好きなんですけど、細かい時にはよく、やりたいことが変わってくるっていう形かな。休日はどういうことするんですか？お休みの時、そうね、あんまりないけどね、結構、ゆっくり起きて、朝ごはん食べてっていう形で、そこはやっぱり興味があるものに対してこういろいろ入ってくる。例えば本を見たり、雑誌を見たり、あとは、自然が大好きで、そのリセットの一つとして本当に普通に、散歩だったりエクササイズもじゃめっちゃやってるっていうじゃないけれども、一つとしてよくやっぱお休みの時はその、ジャッキングしたいとか、走りたいっていう形のと、いいものを食べるっていうのが好きなんでね、食べ物が好きなんで。日本語で好きな言葉は？
一番今思い出すのはもうやっぱりもう我慢っていう形、もうね、いい我慢っていう本を出したばっかだから我慢っていう言葉結構メインになりますけれども、でも昔から自分にとってはいつも我慢っていうのはいい意味しかないっていうような言葉だったので、いい我慢。お花業界に入ったきっかけは？昔から自然が大好きで、おじいちゃんがリンゴ園をやって、そこで子供のところをいつも遊んだりして、プラスお父さんが花の仕事をやって、おそらく常に自分の頭の中でそういうあったんではないかなとは思います。お花業界としてはもうすごい、自然のもの関わる、綺麗なもの関わるから、花屋さんになりたいっていうのをよく聞きますけれども、とてもいい仕事っていうのはあるんですが、やっぱり、大変なところもたくさんあったりとかして、16歳ぐらいで勉強し始めて、お花の専門学校、行きまして、で一番最初の時はその先生が、ちなみに私と、女性の人28人でした。で先生が、じゃあフラワーショップをやりたい人は誰ですかと。で僕を含まれ全員もう手を挙げて、もう花屋さんやりたいとか花屋さん持ちたいっていう結果だったんですけれども、3年後に同じにそういう卒業のテストの手前のところに、その同じ先生が同じ質問をして、あなたたちの中ではもうフラワーショップを持ちたい人で誰ですかっていうところは、私、それからもう一人の女性2人だけが手を挙げたっていうところで、そこを自分にもすごい驚いたところではあったんですけど、よく考えたところは、皆さん、特に、女性の人もすごく花屋はすごい綺麗なんだけど大変だろうなっていうのは3年をかけて経験したっていうところで、自分の上司とか上のものを見て、僕にとっては全然もうやりたくてしょうがない、やっぱりショップをやるのは一番私としてのずっとの目的ですね。作品のインスピレーションはどこから来ますか？いろんなルートがあるんですけれども、本当に、一番分かりやすいのはもう花市場行って花を見て、私にとってその花見に行くっていうのは裁量見に行くっていうような形なんですけど、自分の頭の中ではもちろんその自然の美しいものがたくさん並んでるっていうのは一つとしての考え、プラスそのこれとこれと揃うとこういうものができるっていうの違う考え、すごくワクワクインスピレーションになります。で一般的なインスピレーションとしては、すごい、旅いっぱいしてるんで、仕事を通してそれに結構インスピレーションがあって、で花と自然により本当に何でもあり。フラワーボックスについて教えてください。そう、フラワーボックスはそうですね、こと通りに、ショップができたばっかのところで一生懸命花をセットアップしたりして、で本当にもう何もない、ところで、お客様が入ってきて、ギフトを探しっていう感じで、そのプレスの発表会を使う、600点を探すっていうはっと思って、すごいそこがいきなり耳がこう入って、でお客様のなんていうの、よく引っかかった言葉があんまり場所はなくて、600点を簡単で出せるようになんで、重ねるものができたらいいかなっていうふうにお客様が言われたの。何日間を一生懸命デザインを考えて、あんなぐらいのオーダーの数も聞いたことないし、すごい力とか、ケアが入って、
いろんなブーケとそれからアレンジメントを一生懸命ちっちゃいものを作ったりとかして、でも重ねるようには箱物をたくさん買ったりして、でそこでその小さいブーケアレンジメントを箱に入れて重ねるような感じにしたんですけど、そのプレゼンテーションの面であったり、あと予算的な面もあって、箱物結構高かったから、箱も買って、ブーケも買ってっていうか花も買ってっていう両方できなかったんで、どうしようかなっていうふうな一生懸命考えて、そこで、いろんな箱物を買ったんで直接、箱に花入れるっていうボックスの花に入れて、そういうところに、フラワーボックスが生まれてきて、でそこでもうお客様に見せて、で一番すごい面白かったのは、あの時は最悪だったんだけど今は面白いんですけれども、お客様が見に行って、本当にサンプルたくさん作ったんですけど、そのフラワーボックス見て「いいですね」っていう形言ってくれたんだけど、違うものを見つけたっていうか、よそのところでものを見つけて帰りました。でもうめっちゃもうがっかりして、と思って、そんなあんのかなっていう思って、こう一生懸命もうとりあえず作ったものでもうお金にならないといけないから、とりあえず作ったものを店に飾って、それで売れたらとりあえずコストがセーブできるのかなっていう形なんですけれども、そこからいろんな人が見て、すごいやっぱりフラワーボックスにとってすごい目に入って、これ何ですかっていう聞いたりして、でこれかなと思って、すごい面白いアイディアかなっていうふうに、思ったんですけれども、そこからもう毎日フラワーボックスを出すことになって、どんどん盛り上がって、今、20年経ちましたけれども、一つとしての大事なレッスンになったのは、やっぱり常にその自分でもうマックスを考えないといけない、マックス気持ち入れないといけないのと、あとお客様のこうアイディアとか声を聞くのは最高に大事かなっていうのを思った上、もう20何年間で頑張ったっていうところもあるんですけれども。最後にこの動画を見ている人たちに伝えたいことはありますか？フラワーアーティストのネゴラヤ・ワーグマンのものを今見てるから、イコール花が興味あるっていうところだと思うんですけれども、僕にもそうなんですけど、皆さんには女性男性年関係なく、人にとって花のいい影響は絶対あるっていうふうには思ってるんですけれども、何かしら花のつながりがあったらいいなと思うんですけど、それは自然を見るだけなのか、花見にするなのか、散歩にするなのか、お家に花をちょっとした花入れたなのかっていうのがすごい大事かなっていうふうに思ってて、要は忙しい毎日の中ではそういう自然の力を忘れないようにっていうがメッセージかなと思います。